皆さんこんにちは。みんなさ、なんかユーマとか未確認生物を発見してさ、それがさ、何十年後にある生物の子でしたって発覚したらどうする？これマジでネッシーに見えるんだよね。ネッシークジラのペニスだった説。なわけないよね。そもそもね、ネス湖にクジラ生息していないと思うので、まず冗談は置いといて、今日は最近世界で起きている出来事と、前回ね、アミ、小さな宇宙人の動画がすごい好評で嬉しかったんですけど、やっぱみんなアミ好きなんですね。アミはね、2冊3冊とあるので、このままね、うまくいけばそちらの動画も作っていきたいと思います。それと同時に、アミの世界がね、日本の超古代のある時代にそっくりだというコメントが結構来てて、なるほどねと思って、今日は日本の超古代文明って呼んでいいのかわからないけど、超古代のお話をしたいと思います。これびっくりしましたよね。今月7日かな、アメリカのジョージアにある世界5億人以下とかね、ニューワールドオーダーかと思われる計画が書かれている石板があるじゃないですか。ジョージアガイドストーン。それがね、何者かによって爆破されたんですよね。もうやること思い切りすぎ。犯人はね、まだ特定できていないんですけど、爆破を仕掛けてね、車で逃亡した様子はカメラが撮られていたので、海外の陰謀論者がね、おそらくやった、あまりね、深い意味はない事件だと思うので、今後進展があったら扱っていきますね。そういえばさ、1、2ヶ月前になんかちょっと不可解な事件、海外でありましたよね。アメリカ、ニュージャージー州に住む環境科学者のルピアノが1999年に聴神経腫瘍というね、聴神経に脳腫瘍ができたと診断されてしまいました。レアなね、病気なんですけど、なんと今度は妻のミシェルが去年同じ病気になってしまったんですね。夫婦ともに大変だなって思っていたら、なんと今度はルピアノの姉が悪性の膠芽腫というね、腫瘍の病気になってしまったんですね。なんか呪いですかみたいな。生活習慣、いやでもね、姉はね、一緒に住んでいないし、じゃあ遺伝なのかみたいな感じでね、不思議がっていたんですね、ルピアノは。なので、調査してみることにしたんですけど、そしたら、あるね、共通点を発見して、この事件は思っていたよりも壮大な陰謀にぶち当たることになるんです。なんと彼が通っていたコロニア高校の1975年から2000年の間の在校生、先生、約124人が同じように癌に関連性のある珍しい脳腫瘍を発症していたんです。事件の予感。そのことをネットに投稿したら、その地域ウッドブリッジの市長の目に留まって、こちらで協力して調査してみますということになったんです。脳腫瘍となるとね、原因はね、電磁放射線とかになりそうじゃないですか。なので環境エンジニア会社に調査を依頼して、学校の中、外、隅々までね、放射線探査機で調べたんです。そもそもこの脳腫瘍の件がクラスターなのかどうかって判断するのが非常に難しくて、なぜかというと、他の地域でね、全く同じような環境でその人たちと比べる必要があるんですね。しかも1975年から2000年って、かなりね、長い期間じゃないですか。そこで100人とか珍しい脳腫瘍とはいえ、ありえそうっちゃありえそうだけどね。1ヶ月が経ってなんと結果が出たんです。彼らが出した答えは、なんとコロニア高校と学生たち、謎の脳腫瘍には共通する一致がありませんでした。はい。その高校ではね、特別放射線度数が高かったデータが出なかったんですね。むしろその他の地域に比べてちょっと低いんじゃねみたいな。でもそれでもね、ルピアノは納得いきませんでした。なぜかというと、姉が亡くなってしまったんですね。この事件にはね、絶対何か裏があると、何かね、絶対隠蔽していると思っていて、そう思うのも1990年代にニュージャージー州で小さな子供たちが癌になる出来事が多発したんですね。なんだって調査したら、トムズ・リバーっていうね、ニュージャージーに流れる川の付近の地中に危険物質を違法で埋めていた人たちがたくさんいて、そしてそのトムズ・リバーの水はその地域の人たちが飲み水としてね、よく飲んでいたので、それが蓄積されて影響したんじゃないかっていう事件があったんです。いやもうそれもろじゃないですかね。話を戻すと、コロニア高校から20キロぐらい離れた場所にメロセックスっていうね、地域があるんですけど、ここでは1955年から約ね、1998年ぐらいまでマンハッタンプロジェクトの一環で原爆を製造するためにウラニウムを保管していたんです。なんとそのせいでね、風によって運ばれた放射線物質が周りのね、住人に影響を与えたというお話があって、いやさ、風に乗って飛ぶってね、タンポポの綿毛じゃないんだからね。なんかね、この地域異常におかしくて、ネットを漁ってたらあるね、謎の報告書を発見して、1997年にコロニア高校の科学で扱っていた石が放射線を帯びていたという報告書なんですけど、絶対それね、危険物質を埋めていたところで取った石やんと思
思って。まあわかんないけど、こういったね、要因がいろんな地域でね、重なって、なんか脳腫瘍とか癌が発症することは、まあ意外と多そうっちゃ多そうっすよね。まあ原因不明の病気といえば、ウキキのサル痘。まあ正確にはね、不明ってわけでもないんですけど、昔から天然痘とかってあるじゃないですか。まあ当時はね、ワクチンを打ってみんな免疫がついたんですけど、そのね、免疫が切れてきて、再び猿も感染するサル痘がね、再発しそうですよね。まあ最初の人が発症してからね、約2ヶ月ぐらい経っているので、ニュースではね、そこまでね、大々的に伝えなくはなったんですけど、欧州では2週間で3倍になってね、WHO が緊急訴えしています。もともと1年前に行われていたシナリオがドンピシャ当たってたって話題になりましたよね。まあサル痘に関してはね、サロンにアップしたので、そちらを見てほしいんですけど、こうやってウイルスとか病原体が流行ってね、パンデミックが発生することによって、今後、ある恐ろしい政策がね、行われるんじゃないかと、陰謀業界ではちょっとみんな恐れているんですね。これもしかして後になって結構効いてくるんじゃねっていうやつ、あまり語られていないんですけど、WHO パンデミック条約、2021年12月に WHO は史上2回目となる世界保健総会特別セッションを開催し、パンデミック条約に関する討議を行い、そこでパンデミック予防、対策、対応に関する条約、合意、もしくはその他の国際的な規定を奇策し、策定に向けて交渉するための全ての加盟国などに開かれた政府間交渉主体を設置することが決定されました。2024年以降にね、策定する流れで今進んでいるんですけど、まあ要はパンデミック異常事態が発生して世界がねパニックになりましたよね。間に合っていない政策を各国がして、そういったね混乱を避けるために今後パンデミックが発生した場合、 WHO 加盟国は WHO の指示のもと従わなければいけない事態になりうるんじゃないかと恐れられているんです。みんな彼らの政策に賛同した？まあそんな答えはねどうでもよく、良くも悪くも気づいたら世界基準のねルールみたいなのが設けられていて、それ通りに動く必要があるかもしれません。ロックダウン、ワクチン、はみってね、まあなんかね、そうやってね全てをね掌握する特別なねリーダーがいなかったとしても、強い国家に共通するものって何があると思いますか？優秀なリーダー、軍事力、豊富な天然エネルギー、科学技術、美味しいご飯。まあもちろんいろんな要因があると思うんですけど、一つ言えることかもしれないのが国への忠誠心。歴史を振り返ってみてもね、強い国ってやっぱどれだけね自分の国を愛しているのか、どれだけねその自分の国に対して貢献できるのかっていう一人一人の気持ちが大事になってきたりもしますよね。まあ、正直その国っていう枠組みだけじゃなくても、この地球という大きい規模で見ても同じことかもしれない。どれだけ人類、地球に愛着が湧いているのか、その気持ちの部分が大きくなってくる。第二次世界大戦、小さな島国でありながらアメリカは日本との戦いに苦戦しました。なぜなら当時の日本兵の愛国心、自分たちはねアマテラスの血を受け継いでいるという日本人としての誇りと、どこまでも国を守るという覚悟が日本兵にはあったからだとアメリカは分析したんです。その結果アメリカはその強さの源とされる芯と日本人としてのアイデンティティをなくすため、教育の中で日本の歴史であった神話を廃止させるということをしたというんです。まあよく言う GHQ の日本解体計画ですよ。そうやってね日本の神話とかルーツをね子供たち、国民に教えないことで、中身スカスカのね国に興味がないね人たちがたくさん出来上がって、まあ現代ねそういった国家になってしまったと陰謀業界、都市伝説業界では言われているんですね。まあ確かに文部科学省でも国家神道、神社神道に対する政府の保障、支援、保全、上徳並みに交付の配信に関する件と書かれていたように、神道と国家をね結びつけることを廃止したそうなんですね。戦前当たり前のようにね国史として日本の神話、日本のルーツとなることをね学んでいたと言います。本当？戦前生きていた人ぜひ教えてください。まあ今の日本はそのルーツをね学ぶ機会が少なくなってしまったというんです。そもそも学校では世界四大文明という言葉を教わりますよね。メソポタミア、エジプト、インダス、黄河。一番古いメソポタミアが約5000年前ですけど、それよりも古い超古代の遺跡とかについてはあまり学ばないって聞いたんですけど、それも本当ですかね。まあね、都市伝説陰謀業界ではね、その世界四大文明自体がちょっと怪しくて、それどうなのみたいな説があって、日本の考古学者江上直美さんが作り出したというもの、そしてもう一つ濃厚だと言われているのが中国の近代ジャーナリスト梁慶長が唱えたというもの。彼はね、日清戦争で清当時の中国が日本に敗れると日本に亡命し、中国の近代化を目指し日本で学んでいたそうなんですね。そこで彼は20世紀太平洋化というね詩集に、地球上の古文明の祖国に4つがあり、中国、インド、エジプト、小アジアであると書いているんですね。なぜ彼はねそのようなことを唱えたのかというと、日本で様々な文化を学んでいると日本人
人の強さ、団結力の秘訣はね、いかに国を愛し、国のために立ち上がれるかだと気づいたそうなんですね。なので、中国でも誇れる文化を築けるために、俺らの歴史はこんなにも長いんだぜと唱えて、ナショナリズムを形成したと。なので、世界四大文明はね、そのために作られた創作だと、そもそもね、1970年代にね、判明したことで、中国には黄河よりもね、古い紀元前1万4000年前から始まったとされている長江文明が発見されたんですね。しかもなんかね、すげえの作ってるし、世界四大文明って何って感じだよね。文明の定義ってそもそも何っていう。そんな世界四大文明よりもはるか昔にね、ここ日本でも存在していたある超古代の時代がありましたよね。そう、縄文時代。今からおよそ1万3000年前から2300年ぐらいまで、なんと1万年以上も続いたとされる日本最古の時代。1万年ってどれだけ長い間なんだよって感じだよね。キリスト誕生から2000年ぐらいがね、これぐらい。人類最古のシュメールがね、5000年前でこれぐらいじゃないですか。縄文1万年前ってお前ら何があったんだよ、1万年前に。なんか今の時代にないね、ある特殊な生き方をしていなきゃ、こんなに1万年も続くことってないですよね。彼らからしたら僕たち全てみんなでもう三日坊主ですからね。日本人の起源となる縄文時代がなぜね、そこまで世間では語られていないのか、シンプルに昔すぎて情報が少なすぎるってね、語ることができないのか。昨日の飲み会の出席者はみんな覚えてるかもしれないけど、その1万年前のね、飲み会の出席者誰やねんっていう。そんなね、1万年前のね、飲み会に出席していた人たち、どんな暮らしをしているのか、どんな謎が隠れているのか、みんなちょっと気になってきたでしょ。その辺を見ていきましょう。20万年前に人類が新人として現れ、旧石器時代と言われるこの時代は、みんながね、想像するザ原始人、石でね、パンパン叩いたり、マンモスね、追いかけたりしていた人たち。そこからヨーロッパはね、農耕とか牧畜が開始されたことにより、旧石器時代から新石器革命が起こり、新時代へと突入。これが約1万年前とされています。旧石器時代と新石器時代のね、明確な違いは、打製石器という石をね、割って作っていた道具から、磨製石器といってね、石をね、ちゃんと磨いてね、作った道具に変わったことです。そして、8000年ぐらい前からね、シュメール文明が始まったと。そこで日本ではというと、当時はね、まだ日本が大陸と繋がっていて、大陸から人が流れてきて、日本というね、文化が少しずつ形成されていったという歴史をね、みんな学ぶと思うんですけど、じゃあ、縄文時代ってどこに値するのっていう、何時代なのって思いますよね。先ほども言ったように、世界各地では1万年前ぐらいからね、打製石器から磨製石器に変わり、世界各地で農耕や牧畜が始まったので、それをね、新石器時代の基準としても設けられるようになったんですね。ただ縄文時代では農耕が行われなかったと言われてますよね。彼らちょっと特殊なんですよね、進歩の仕方が。旧石器時代では誘導的な生活をしていた人類はね、そこら辺の野生動物と全く一緒ですよ。自然の一員としてね、生活していました。新石器時代に入ってから、その自然の秩序から独立して農耕がやってきたおかげで村ができて、その中で文化を作り、その外ではね、牧畜や農耕を営んでいたそうなんですね。自然との共存というよりかは、どちらかというと独立したね、人工的な村を作る、自然と切り離された存在に人類はなれたと。ところが縄文人は違ったそうです。村は確かに形成していましたが、その村の外は牧畜や農耕ではなく、なんと自然だったんです。そして定住することができるようになった彼らは自然を分析できるようになり、効率的に食料を獲得できるようになったんですね。辺りにある木の実を食べたり山菜を採取したりと、どこに何があるのか分かるようになったのが生活の質をね、一気に上げたんですね。要は引っ越してばかりだったら、どこにね、何の店があるのかとか全然分かんないじゃないですか。ただね、一つの場所にね、長く住むことによって、ここにコンビニがあるのかとか、ここにスーパーがある、ここに病院がある、隣は可愛い子みたいな感じで QOL が爆上がりしたんですね。なので縄文人は自然と共存しながら定住していたそうなんです。今思うと定住しながらかなりレアな生き方ですよね。現代 SDGs 騒いでる人たち、いや縄文人見習えって話かもしんないよね。これが本当の持続可能な開発っていう、世界が農耕ってやってる間にその文明観から外れた形で生きていたのが縄文人だと。しかもみんな世界四大文明の築かれた地域、今
どうなってます？枯れ果てってますよね。もともと乾燥地帯にね流れる大河に住み着いたという話もあるんですけど、それ以外だと農耕でどんどん収穫を増やしていった結果、土地の栄養分を吸いすぎ人工的にね荒れ果てた地にしてしまったという説があるんです。要は自然破壊ですよね。伐採しまくって土壌は水分だけが蒸発し、塩害をねもたらし乾燥化が進んだと。まあもちろんね農耕がダメだというお話ではないと思うんですけど、ならねそのね農耕がやってくるのが遅かった縄文人、弥生からやってきたみたいな話があるじゃないですか。遅かったからといって彼らは進歩していなかったのか、そうでもなく、今のところ世界最古の土器が出現しているのは日本の青森県大台山本遺跡で発見された約16,500万年前だとされています。正確にはこの土器作りが始まった頃からね縄文時代という分け方。土器って何気すごくてね、水や食料をね貯蓄できたり、カップラーメンも作れるしね。16,000年前といえばね、この頃ね世界ではまだ旧石器時代で、南アジア、西アジア、アフリカでは約9,000年前の農耕がやってきてから土器が登場しているんです。なのである意味縄文人進んでいるのがわかりますよね。しかもその土器や土偶など工芸品が綺麗な状態で今でも発掘することができる。また縄文時代をね象徴するものといえば土偶。なんと現在までに出土している土偶の数いくつだと思いますかみんな。なんと2万点ですよ。これも全部ではなくね、まだ日本列島の地には未発見のものがたくさん眠っていると推測されています。これほどまでのね数の土偶を作っていたとされると、縄文人にとってはねかなり重要な存在だったということがわかりますよね。なら彼らは何を意味しているのか、こんだけ見つかっていてもはっきりとした答えは出ていないんですね。マジでいろんなね形をしていて共通性はあるんですけど、とはいえねそこから明確に理由は分かっていない感じ。土偶の特徴としてはねいくつかあります。まずはその見た目。多くの土偶にはね乳房や大きな腰回り、そして腫れ上がったお腹をしていることから妊娠している女性をね表しているんじゃないかとされています。そしてほとんどの土偶は意図的に壊されている。なんと発見されたものの中で完全体のまま出土したのは全体のわずか 5% にも満たないというんです。この2つの共通性を考えると浮き上がってくる説が身代わり説。当時縄文人の人口は多い時でも25万人程度だったと推測されているんですね。今から思うとかなり少なく感じますよね。今のこの日本のねぎゅうぎゅうな人口密度を考えるとね、この国土で25万人はスカスカだったんじゃないですかね。数キロ歩いても人と出会うことができない状態。ある意味楽園じゃね。当時はおそらく死産が多かったと考えられているので、安産を祈願して土偶を作り身代わりとなってもらうために一部を破壊したんじゃないかというものです。なので腹部が破壊されている土偶が多かったのか、あとは地母神説といってね大地の豊穣性や生命力を神格したものです。ただね女性に見える土偶が多かったとはいえ、全てがね完全に女性に見えるってわけではないですよね。宇宙人みたいなやつとかねたくさんいるし、これとかすごいよね。縄文の女神っていうんだけど、顔グイーン上向いててね、おへそ突っ張ってて、お尻がねすげえいいプロポーション。これもどう見てもね猫の土偶だよね。ポーズ土偶って言うんですけど、ヒゲみたいなものに見えるし、円錐土偶っていうねこの土偶、どう見てもガスマスクつけてる宇宙人だよね。有名な遮光器土偶に関してはね約3200年前に作られたものだとされているんですけど、これこそ宇宙人に見える。海外のオカルト研究家たちはこれはね宇宙服だと主張していて、この乳房はねダイヤル式になっていて、こういうねロケットおっぱいの人たちもいるからね。大きな目はゴーグルかサングラスのようなもので、宇宙のね強い紫外線や熱線を遮るもので、肩と腰には耐圧構造になっていると。これがねそのまま宇宙から降りてきても何の不思議じゃないって言うんですね。確かにね宇宙服に似てはいるけど、土偶が宇宙服として理にかなってるってどういうこと？バレンシアガでもねみんな似たような格好をしてるし、何とでも言える気はしますよね。遮光器土偶に関して他の説では、亀ヶ岡遺跡から出土した遮光器土偶はエスキモーがねつける遮光器のようなものをつけているので、北方民族が雪焼けから目を守るゴーグルだったんじゃないかと。確かにねそのものに見えるよね。ただ最近になって人類学者の竹倉文人さんが新説を出して、それが植物をモチーフにしたんじゃないかという説。縄文時代もちろんね毎日安定したね食料を獲得できるとは保証されていませんよね。そこで植物の形をモチーフにして精霊の人型の土偶を作り収穫を祈願したと。遮光器土偶なんかはね里芋の精霊、このハート型土偶はね鬼ぐるみの精霊。このようにね進歩
プルに形が似ているという点と、その土偶が発見された時期場所が実際にその植物がね収穫できるとこと一致していたりするらしいんですね。賛否両論はあるんですけど、確かに食の精霊を具現化するということは当時の古代のね生活ならありえそうではある。それにしても縄文時代ってかなり異常な数出土品がありますよね。他の地域がねどれぐらいかわかんないけど、なんか他だともうちょいねなんか破壊されているイメージとかがありますよね。縄文時代異常に綺麗なものが見つかっている。それが何を意味しているのか。実はね縄文時代他の地域とは比べて圧倒的に少なかったものがあるんです。なんでしょう。争い。いや全くなかったわけではないと思いますよ、さすがに。目の前の極上の木の実を取り合って争ったりとかはねさすがにあったと思うけど、実際に何者かによってね腰を刺されたね遺体なども見つかっているので、縄文時代には対人武器が作られていなかったんですね。石とかね弓で争うことは多少あったかもしれないけど、明確にね人を殺めるための道具が作られていなかったと。なので他の地域と比べて極端に犯罪件数が少なかったんです。山口大学と岡山大学の研究グループが戦争は人間の本能であるというね国際的な主張に対し、考古学人類学的な視点からどうなのか調べるためにね縄文時代の骨を分析した結果、暴力による死亡率は 1.8% と他の国時代に比べて5分の1以下だということがね一応判明しているんです。本能ではなくその環境や文化が大きく影響するんじゃないかとね新たなね可能性を見出したんですね。今分かっているだけでも人類最古の戦争、武器を伴った争いはスーダンのねヌビア砂漠で起きたもので、約1万5000年前のものなんですけど、大量の争った痕跡のある人骨が見つかっているんです。弓矢とか槍がね骨に突き刺さっている状態の。だから旧石器時代人類は争っていたことが分かっているんですね。確かにねその原始的な古代の人たちってちょっと野蛮なイメージですよね。動物的な。人類最古の文明シュメール文明でもね都市国家同士の争いは絶えなかったともね言われているので、ただここ日本の縄文では決してそうでもなかったよと、1万年ね穏やかな文化が続いていたと言われているんです。そう言われてしまうと誇らしげ。今の僕たちからしたら想像もできないよね。ほとんどね争いのない世界なんて。彼らがどんな生活をしていたのか、出土したねものから推測すると、縄文人は旧石器時代にはなかった誘導的な暮らしから竪穴式住居で定住し、村を自然の中に作っていたようです。村の中には大きな柱を作った建物や人々が集まる広場があったり、お墓、食べかすを捨てる貝塚が見つかっています。住居ではねだいたい 5,6 人がセットとなってね暮らしていたようで、家族というよりかは女性と子供の家、狩りに出かける男性の家、乱行部屋、いや嘘、いやあったかもよ、役割に分けて暮らしていたようです。狩りが得意とする者は自然を破壊するのではなく、自然豊かな森からは木の実や山菜、イノシシや鹿を飼って、海からは魚や貝を取って食べていた。土器や土偶、子育てを得意とする者は村をね充実させていた。縄文人の心は土偶などからも分かるように安産を祈願していたのか、お守りなのかね、植物、大地の神格化なのか分かりませんけど、スピリチュアルなね感性を持っていたとは考えられていますよね。人口が約25万人というね少なく感じますが、当時このスタイルの社会では世界一人口密度が高い生活感だったそうです。それだけ豊かだということですよね。各々が自ら持っているスキルを生かし、互いを助け合いながら必要な分だけ採取し、持続可能な社会を実現する。森林伐採して畑や牧畜を作るという自然と対立するのではなく、自然と共存する暮らし。明治大学の竹光誠教授曰く、縄文人は縁の思想を大切にしていたと考えています。自然界には区切りがなく、自然界では全てのものが互いに深くつながって存在している。暑い夏が終われば食欲の秋が到来、寒い冬が終われば緑豊かな春が訪れる。縁の思想は何事にも境目はなく、それはね人間と自然も同様です。なんとね、シンプルな暮らしでありながらね、理想的な生活なんでしょうかね。彼らから学ぶことすごいたくさんあるような気がしますよね。どうでしょう皆さん。1万年続いたね、謎の縄文人の生活をちょっと覗いてみましたけど、僕たちが思っているより古代の人たちってもっと高度だった可能性がありますよね。高度ってね、別に技術面だけじゃなくて、その精神面でも必ずしも優れたね、科学技術がね、高度っていうわけではないですよね、おそらく。その時々を生きた人たちか
から学ぶことはたくさんあるかもしれません。まあそうやって国のルーツとか神話をね学ぶことによってね、そのアイデンティティが深まってより国を好きになるみたいな、そういったの個人的には言っときながらあんま好きじゃなくて、まあなんか人類みんな一緒じゃないですか。まあこの広大な宇宙ね、宇宙人とかいろんな存在が僕いると思っているので、なんかみんな一緒だと思うから、そういったねやり方あんま好きじゃないけど、まあでもね、そうやって学ぶことによってなんか今にない考えをね吸収するのは大事かもしれないですよね。皆さんはどう思いますか、この縄文人の暮らし。もちろん昔すぎるのでね、全てね推測で分かっていることではあるけど、まあみんなロマン見ようぜ。はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。